西暦2049年、北太平洋無人探査機アルゴスが水深8240メートルの海底を進んでいる。ライトの先に見えるのは灰色の泥と岩だけ。その時、カメラの端に黒い円が映り込む。直径1メートル以上。管制室では岩に開いた穴だと思われた。アルゴスが向きを変える。ライトが真正面からその円を照らした瞬間、黒い円が閉じた目だった。直後、太さ2メートル近い何かがカメラの前を横切る。震度計の数字が変わり始める。8240、8232、8219。アルゴスが海底から持ち上げられている。スクリューを最大出力にしても止まらない。映像が激しく乱れる。通信が切れる4秒前、あの巨大な目がもう一度カメラを見た。通信団、人類は深海で何かを発見した。だが見つけたのは本当に人類の方だったのか。通信団から72時間後、海洋生物学者エイドリアン・コールが海洋研究船ホライズンへ到着する。43歳。専門は極限環境に生息する大型海洋生物と深海生態系の環境評価。彼が呼ばれた理由はアルゴスの映像だけではなかった。この海域では19日後、海底鉱物資源の試験採掘が予定されている。その環境リスクを低いと判定した予測モデルハダル9開発者の一人がエイドリアンだった。水深8000メートルを超える深海、低温、高圧、そして極端に少ない食物。ハダル9はこの環境で大規模な大型生物群衆が維持される可能性を極めて低いと評価していた。ところがアルゴスの最後の映像にはその前提を覆す何かが映っている。消失地点から11キロ離れた海底でアルゴスが回収される。意外なことに機体はほぼ無傷だった。プロペラにも異常はない。ただし中央部には直径70から80センチほどの円形痕が一定間隔で残されていた。表面からは透明な粘液状物質も見つかる。何かがアルゴスをつかみ11キロ運び、そして離した。それだけの力を持ちながら機体を破壊してはいない。捕食でも単純な攻撃でもない。エイドリアンはアルゴスから視線を上げる。モニターには試験採掘予定海域。その横に表示されているのは緑色の文字、ローエコロジカルリスク。その判断に関わったのは他でもない彼自身だった。第二次探査には新型無人探査機オリオンが投入される。数キロ先の大型物体まで捉えられる高感度ソナーを備えた機体だ。オリオンは水深8000メートルへ到達。待機を始めて5時間後、最初の反応が現れる。距離 3.8 キロ、推定全長35メートル。何かがゆっくり移動している。ところが数分後、推定サイズは62メートルへ変化。さらに108メートル。その直後には再び35メートル。数字が安定しない。複数の生物が重なっている可能性も考えられた。だがエイドリアンが移動軌跡を重ねると全ての反応が完全に同期していることがわかる。一つの中心部から複数の長い構造が伸び縮み形を変えている。ソナーがその変化を別々の大きさとして認識していた。反応は1匹だった。オリオンが少しずつ距離を縮める。500メートル、350メートル。ライトが暗闇を照らした時、画面の上から巨大な物体が降りてくる。太さはおよそ2メートル。表面は滑らか。長く湾曲しながらカメラの前を通過していく。船内ではもっと接近させるべきだという声が上がる。エイドリアンが止める。ライトを消してくれ。距離を保とう。アルゴスと同じ接触を繰り返す理由はない。ライトが消える。巨大な反応はしばらくオリオンの近くにとどまり、その後ゆっくり遠ざかっていった。研究記録にはこう入力される。未知の付属市場構造。まだ誰もそれを腕とは呼ばなかった。アルゴスに残された円形痕の解析結果が出る。平均直径76センチ。中心部には強い圧力。その周囲には細かな擦過痕が残されていた。基地の生物構造と照合していくうちに
一つの候補が浮かび上がる。頭足類、イカやタコが持つ吸盤、76センチもの吸盤を持つ頭足類など知られていない。それでもオリオンが撮影した長大な期間、アルゴスに残された圧痕、そして回収された粘液、全てが同じ方向を示していた。さらに海底から採取された組織片を解析すると、基地の大型頭足類と共通する遺伝的特徴が確認される。完全に一致する種はない。未知種組織からはもう一つ興味深い特徴が見つかる。身体のかなりの部分が海水に近い密度を持つ低密度組織で構成されていた。巨大な身体を水中で支えるために大量のエネルギーを使う必要がない。代謝も極端に低い可能性がある。なぜここまで巨大化したのか、その理由まではわからない。ただ少なくともこの巨大な身体を維持できる仕組みの一端は見え始めていた。そしてこれまでのソナーデータが一つにつなげられる。長大な付属子、中心部、巨大な胴体、モニターに一つの輪郭が浮かび上がる。推定全長94メートル、最大推定102メートル。人類が確認したことのない規模の巨大頭足類。研究チームはその個体を DS-01 と命名する。左第三腕の先端だけが短い、過去に失われたものと考えられた。その特徴が後にこの個体を見分ける目印になる。翌日午前3時、オリオンが DS-01 を再び捕捉する。今回は追わない。ライトを消し、一定の距離を保ったまま待つ。暗闇の中から一本の腕が現れる。続いて巨大な胴体、そしてあの目。DS-01 が身体を回転させる。複数のカメラとソナーが初めてその全体像を捉える。暗い赤褐色の体表、巨大な頭部、長大な腕、全長100メートル近い巨大イカ。左第三腕だけが短い。アルゴスと遭遇した個体だった。 DS-01 はオリオンの近くまでやってくる。だが攻撃する様子はない。巨大な眼球が一度だけカメラの方向を向き、そのまま通り過ぎていく。エイドリアンは映像を見つめていた。アルゴスを掴んだ生物。最初に映像を見た時、彼は無意識に危険な存在と考えていた。だが目の前の DS-01 は人間に近づこうとも追い払おうともしていない。ただこの海を自分の生活圏として移動しているだけだった。やがて DS-01 は海溝液の亀裂へ近づき、その巨大な身体を内部へ滑り込ませていく。海底地図ではそこはただの岩盤。オリオンが音響探査を行う。すると岩壁の向こうから巨大な空間を示す反射が返ってきた。一つではない。何十キロにも続いている可能性のある地下洞窟群。亀裂の奥からは周囲よりわずかに温度の高い水も流れ出している。泥の表面には小型生物が移動した後、岩壁には白い膜状の群落。何もないと思われていた場所から生命活動の痕跡が次々と見つかっていく。エイドリアンはそこでハダルナインの血管に気づく。モデルが詳しく解析していたのは海底表面だった。岩盤内部にはほとんど観測データがない。8年前、モデルの設計段階でもこの問題は議論されていた。だが地下空洞を広範囲に観測する方法がなく、評価対象から外された。当時それは合理的な判断だった。だが今、その空白の向こうを100メートルの生命が泳いでいる。存在しないのではない。最初から十分に見ていなかった。エイドリアンは試験採掘の環境承認を48時間保留する。中止ではない。自分の研究そのものを覆すにはまだ証拠が足りなかった。48時間後、ホライズンから47キロ離れた海底カメラに巨大な目が映る。研究チームは最初 DS-01 だと考えた。しかし同じ時刻、左第三腕の短い DS-01 はホライズンの真下にいた。別個体。そこから3日間、巨大反応が次々と見つかる。40メートル級、60メートル級、80メートル級、100メートル級、最大推定120メートル。少なくとも7個体。さらに海溝液の奥では全長20メートルにも満たない小型個体が一度だけ記録された。
生体によく似た身体、細い腕、薄い体色。その個体は大型個体の影へ入るようにして洞窟の奥へ消えていく。単に巨大な生物が集まっているわけではない。この場所で生まれ成長し世代をつないでいる可能性が高い。 DS-01 は偶然巨大化した一匹ではなかった。この深海には巨大な身体を持つ未知の種が存在していた。さらにオリオンは地下洞窟から流れ出す水に周囲とは異なる化学組成を検出する。そこでは微生物が化学反応によってエネルギーを得ている可能性があった。その微生物を食べる小型生物、それを捕食する魚、さらにその上位にいる頭足類、海面から沈んでくる餌だけに依存しない独自の食物も人類がほとんど何もないと考えていた岩盤内部に大規模な生命圏が存在していた。その映像の中を左第三腕の短い個体がゆっくり海溝液から離れていく。 DS-01 エイドリアンはもうソナーの輪郭だけでその個体を見分けられるようになっていた。ところが7個体すべての移動データを重ねた時、奇妙なことがわかる。全個体が同じ深海域から離れていた。餌を追っているわけではない。群れようとしている様子もない。むしろ互いに離れるように散開している。移動軌跡を逆方向へ伸ばすと全ての線が一つの場所へ集まった。巨大イカたちはそこから出てきた。だがその動きは何かから逃げ出したように見えた。手がかりは最大個体の映像にあった。胴体の側面、長さ9メートル近い傷。 DS-01 にも似た傷が残っている。別の個体にもある。さらに DS-01 から回収された組織片の内部から硬い異物が見つかる。長さ41センチ、湾曲した形状。表面には生物由来の成長痕。岩ではない、歯だった。基地の大型サメとは一致しない。ハクジラ類とも違う。複数個体に残る傷の幅、歯の角度、組織への食い込み方、それらをもとに研究チームは複数の顎モデルを作る。推定値には大きな幅があった。それでも最小のモデルで口幅8メートル以上。さらに傷の状態を比較すると全てが最近できたものではないこともわかる。新しい傷、数ヶ月前と思われる傷、そして完全に治癒した古い傷。巨大イカたちは突然現れた何かに一度だけ襲われたわけではない。同時種類の捕食圧を長い時間受け続けていた。つまりその捕食者もまた以前からこの生態系に存在していた可能性が高い。100メートル級の巨大イカへ繰り返し傷を与えられる生物、その存在を考えなければ説明できない。過去の海底音響記録も再解析される。すると巨大イカが移動を始める直前にだけ現れる信号が見つかる。低いパルス音、短く一定の間隔で繰り返されている。これまでは地質由来のノイズとして処理されていた音だった。巨大イカが現れた原因は人間の調査ではなかった。彼らはもっと以前から別の何かに追われていた。採掘商人の保留期限は翌朝、環境評価を撤回すればハダルナインそのものが再検証される。過去の評価もエイドリアン自身の判断も問い直されるだろう。彼は端末を閉じる。まだ決断するだけの全体像が見えていなかった。調査開始から21日目、ホライズンは DS-01 を追跡している。水深7360メートル、左第3湾の短い個体。最初に人類と遭遇したあの巨大イカだった。突然DS-01 の動きが止まる。長い腕を身体へ寄せる。体色が急速に暗くなる。そして海底へ身体を近づけ、ほとんど動かなくなった。エイドリアンにはその行動が分かった。頭足類が捕食者を避けるときに見せる防御行動だが、 DS-01 は100メートル近い。この生物が何を恐れているのか。ソナーに新しい反応が現れる。距離 8.4 キロ、推定全長47メートル、DS-01 の半分以下。だが速い。7キロ、5.8 キロ、4.2 キロ。低いパルス音の間隔が次第に狭くなっていく。 DS-01 が動いた。これまで一度も見せなかった速度で暗闇へ逃げていく。
新しい反応も方向を変える。 DS-01 を追っているオリオンが距離を詰める。ライトの端に巨大な顎が現れた。後方へ傾いた多数の歯、長く流線形の身体、目は小さくほとんど視覚に頼っていないように見える。その代わり頭部の側面には水中の微細な圧力変化を捉えると考えられる感覚器官が並んでいた。視界のない深海でこの生物は獲物を見る必要がない。巨大イカが動かした水そのものを追っている。 DS-01 の腕が捕食者へ伸びる。腕が身体に巻きつく。捕食者が激しく身体をひねる。海底の泥が舞い上がりカメラの映像が失われた。残るのはソナーだけ。2つの巨大反応が重なる。離れる。再び接近する。そして急速に深度を下げていく。7500メートル、7800メートル、8100メートル。やがて追跡範囲を外れた。17分後、一つの反応だけが戻ってくる。全長47メートル。捕食者エイドリアンはもう一つの反応を待ち続ける。左第3腕の短い個体、もう見慣れていたあのソナーの輪郭だが DS-01 は戻らなかった。人類が最初に怪物だと思った100メートルの生命にも逃げる相手がいる。この深海では巨大であることさえ安全を意味しない。捕食する側もされる側もどちらもこの世界の一部だった。未知の大型捕食者が確認されたことでホライズンには撤退命令が出される。同時にエイドリアンの端末へ最終環境評価の提出通知が届く。残り2時間。選択肢は2つ。既存評価を維持する、あるいは重大な未知生態系の存在を理由に評価を撤回する。撤回すれば試験採掘は停止する。同時にハダルナインも再検証され彼自身が関わってきた過去の評価まで見直される可能性がある。そこへ計画責任者から通信が入る。今回の採掘計画には何年もの準備が費やされてきた。複数の研究機関、企業、政府、代替候補地を一から調査すれば計画は大きく遅れる。だからこそ推測だけで止めるわけにもいかない。責任者は撤回を止めようとしているわけではなかった。ただ判断に耐えられるだけの根拠を求めている。その言葉はエイドリアンに盛り返できた。8年前の自分なら同じことを言っていただろう。彼は最後に残された6個体の移動データを開く。そこで予想外の事実に気づく。巨大イカたちは逃げ続けているわけではなかった。 DS-01 が捕食者に追われ始めた直後、ほぼ同時に方向を変えている。向かった先は最初に発見された地下洞窟群、さらに過去の低周波記録を重ねる。捕食者もまた一定周期で同じ海域へ戻っていた。巨大イカが移動する。捕食者が追う。個体群が散る。そして時期が来れば双方が再び深部へ戻る。何百年あるいは何千年、人類に発見されるはるか以前からこの関係は繰り返されてきたのだろう。巨大イカもそれを狩る捕食者もどちらも怪物ではない。化学合成微生物から始まる巨大な食物網の一部。海面の世界とはほとんど切り離された場所。もう一つの海がそこにあった。エイドリアンはハダルナインの最終評価が面を開く。かつては観測できない地下領域を評価に含める手段がなかった。だから除外した。当時その判断は間違いではなかった。観測する方法がなかったからだ。だがいつの間にか見えていないという事実は何もいないという前提に変わっていた。エイドリアンは報告書の結論を書き換える。未観測領域を低生物流として扱う現行評価はこの海域では成立しない。環境影響評価の再実施を要する。その下に最終選択が表示される。環境評価撤回。エイドリアンは送信する。試験採掘計画は停止した。ハダルナインも再検証の対象となる。これまで積み上げてきた評価の一部は書き換えられることになるだろう。研究者としての信用も無傷では済まないかもしれない。それでも彼は自分の研究が正しかったことを証明するために新しく見つかった事実を無視することだけはできなかった。自分たちが見落としていた世界まで
失わせるわけにはいかなかった。ホライズンが調査海域を離れていく。夜明けの海、波は穏やかだ。100メートルの巨大イカもあの捕食者も海面からは何も見えない。エイドリアンは甲板から遠ざかる海を見つめている。人類は海を地図にしてきた。深度を測り地形を記録し資源の位置まで知るようになった。だが地図に描けることとそこに何が生きているかを知ることは同じではない。1000メートル、光が消えていく。3000メートル、完全な暗闇。5000メートル、遠くを巨大なイカの影が横切る。カメラは追わない。さらに深く、7000メートル、流線形の捕食者が一瞬だけ現れ暗闇へ消えていく。8000メートル、海溝液の亀裂。その奥では化学物質を含む水が岩の間から流れ出している。その周囲を覆う微生物、小さな甲殻類、透明な魚、細長い頭足類、まだ人類が名前を付けていない生命。その中を全長20メートルにも満たない若い巨大イカが通り過ぎる。生体になれば100メートルに達する生物も最初から怪物だったわけではない。この暗闇の中で生まれ、食べ、逃げ、そして成長していく地上の生命と何も変わらない。ソナー画面に反応が現れる。1つ、2つ、5つ、10、そして数十。大きさも形も違う。私たちは深海の怪物を見つけたと思っていた。100メートルを超える巨大なイカ、それを狩る未知の捕食者。だが本当の発見はそこではなかった。私たちが見つけたのは怪物ではない。人類が知らないままずっと存在していた世界だった。暗闇の奥、岩の隙間で巨大な目が一度だけ開く。 DS01 ではない、別の個体。その目の前を小さな生物の群れが流れていく。巨大な生命も小さな生命も同じ海の中で生きている。巨大な目が閉じる。海の大部分は私たちから見えない。そしてその見えない先にはまだ誰も知らない世界が静かに広がり続けている。ご視聴ありがとうございました。いいねとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。